ふぅ、明けおめだよ、明けおめ。今年の正月休みはなんと3連休。まあ3連休なんて何年ぶり？みんながね、タコスさん頑張ってるから休んでくださいっていうもんだから、まあついつい余っちゃったわ。明日も休みだしな、配信でもしようかな。熱出ちゃったか。まあしゃあないな。しかしやっと掴んだ3連休。休みの後輩4人ぐらいいるから、まあ、誰か出勤してくれるだろう。ちょっと様子見しとくか。なるほどね。元ヤンくん、用事あるんか。まあ、てか5時してるし、もう飲んでんだろうな。まあ、彼はね、見た目やんちゃだけど、すごく頑張ってくれてるから、まあ、休ましてあげた方がいいな。そうか。戦があるなら無理だな。彼が言ってる戦ってのはソシャゲのことだろうけど、あんまり聞くと打ち首にされそうだし、まあ仕方ないな。あと2人いるから大丈夫大丈夫。誰か頼むぞマジで。じっちゃんちいるなら無理だな。そういえばなんか誰も作れなかったパズル作るとかなんか言ってたわ。完成したら見せてもらおう。あと1人もう頼むマジで本当におね。YouTube 頑張ろう。はい、皆さん、コンタコス、タルタコスでございます。皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくねっていうことで、まあ、新年明けて一発目の動画ですね。さて皆さん、正月休みは十分に取れましたか？まあ、タコスのね、会社ですね。まあ、ちょっとだけブラックなので、まあ、なんとか3連休取れたんですけど、まあ冒頭でもね、紹介した通り、それが2連休になっちゃって、まあちょっとね、残念な正月休みでしたね。さてまあそんなことはさておき、今回からね、動画投稿頑張っていきましょうか。まあ正月休みですね、少なかった云々に関わらず、ちょっと動画投稿遅れまして、まあなんでかというとですね、Steam のウィンターセール中に買ったこのゲームを、まあ、ちょっと遊んでるうちに、まあ、ちょっとハマっちゃって、まあ、ちょっと動画投稿遅れちゃった感じですね。いやー、ちょっとね、革命児としてはあるまじき行為ですね。本当に申し訳ございません。さて、まあ、謝罪も終わったところでね、今回の隠し要素、ブロックコンボについての紹介をしましょうか。実はこのミストランドのアップデート以降、対応する武器に限ってなんですけど、隠しコンボが追加されてます。まあ結構ね、出すの難しいんですけど、慣れてしまえば、かなりね、ダメージも与えられるんで、序盤のトロルとか、でもしくは終盤のシーカーとかにもね、結構ダメージ与えれるんで、まあこのコンボはね、ぜひ覚えておいた方がいいコンボですね。それではね、早速紹介していきましょうか。はい、まずは隠しコンボ。どういうコンボかというのをね、先にお見せしましょうか。まず剣の場合ですね。ミストウォーカー装備してるんですけど、普通の攻撃。これですね。で、隠しコンボ A。スーパーコンボですね。スーパーコンボは、これですね。4連撃。そして次はですね、スーパーアルティメットコンボですね。スーパーアルティメットコンボの場合は、はい。驚異の5連撃。これがですね、隠しコンボになりますね。大きくモーションが変わってるのは、この片手剣、そしてナイフですね。ナイフも、これが普通の攻撃なんですけど、スーパーコンボの場合、こんな感じですね。結構ね、ナイフに関しては DPS が速くなってます。で、ナイフのね、スーパーアルティメットコンボとしては、こんな感じですかね。例えばね、これ、双剣でも使うことができて、
これが普通なんですけど、こんな感じでね、5連撃になったり、こんな感じでコンボの締めを持っていけたり、はい、こんな感じでね、結構かっこいい締め技ができる隠しコンボがね、ミストランドでは追加されましたね。さてまあ、やり方のね、紹介していくんですけど、結構難しいです。なので、今回はね、3ステップぐらいに分けて解説していこうと思います。で、まずは練習しやすい片手剣。つまり剣ですね。剣からいきましょうか。ミストウォーカーで今回は行くんですけど、まずはステップ1。ガードをしながら一発目の攻撃を出す。一発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 。こんな感じですね。で、次ステップ2ですね。ステップ2は、一発目の攻撃が終わって、ガードをしたタイミング。このタイミングですね。ガードしたタイミングで2発目を出す。これがステップ2です。ここが少し難しいですね。各武器ごとに結構タイミングも異なってくるので、難しいんですけど、剣ならね、結構やりやすいと思います。どういうことかというとですね、普通にガードをしつつ、攻撃、左クリック連打ですね。左クリック連打したら、こんな感じです。こんな感じで攻撃出るんですけど、これをですね、一発目が終わったタイミングで、ガードしたとき、その瞬間に2発目を出します。するとですね、少しだけ動作が変わります。こんな感じですね。もう一回やりましょうか。こんな感じです。ちょっとなんか、1テンポ、遅れるというか、そんな感じのね、攻撃を出すことができます。こんな感じですね。普通にやったらこんな感じ。で、成功すれば、こんな感じです。まずはこの攻撃ですね。この攻撃を出せるようにしましょう。はい、ここまでできたらね、ステップ3。タイミングよくボタンを押すっていうことですね。ちょっとね、ここもまた難しいんですけど、まずはステップ2でやったこの攻撃ですね。この攻撃ではなくて、この2発目の攻撃がね、しっかりと、今回はね、ブロック攻撃って呼びましょうか。このブロック攻撃できてる状態で、この2発目の剣が一番後ろになったタイミング、一番後ろになったタイミングで、左クリックをします。はい、こんな感じですね。ちょっとね、難しいんですけど、失敗するとこんな感じになっちゃうんですけど、成功すると、こんな感じになります。結構ですね、タイミングがなかなかつかめなくて、最初は結構失敗すると思うんですけど、この2発目の攻撃ですね。今回はちょっとブロック攻撃ってタコスが勝手に呼んでるんですけど、ブロック攻撃ちゃんと2発目ができてれば、あとはね、もう適当にタイミングよく左クリック押すだけで、このスーパーコンボはね、勝手に出てくれますね。これがスーパーコンボです。で、次、スーパーアルティメットコンボなんですけど、さっきのね、3発目のタイミングの時に押すボタンを変えます。これマウスの場合なんですけど、マウスの場合は、左クリックと、そしてマウスホイールですね。副次攻撃。この2つを長押しします。さっきのブロック攻撃をやった後に、こんな感じですね。さっきの、このスーパーコンボの一番最後の攻撃を出すタイミングで、マウスホイールと左クリックを長押しします。こんな感じですね。結構ね、こっちの方が慣れるとやりやすいんじゃないかなと思います。こっちの方はですね、ちょっとタイミングが合わなければ
失敗しちゃう可能性あるんですけど、まあこのスーパーアルティメットコンボに関しては、まあ結構ね、タイミングガバガバでも成功しやすいイメージがあるんで、まあこっちの方はね、結構やりやすいかなとは思いますね。まあ、この2つがですね、隠しコンボですね。まあ、タコスはですね、この2つのコンボをまとめて、まあ、ブロックコンボって言ってるんですけど、まあ、呼び方はね、皆さん適当に考えてみてください。で、先ほどの剣同様に、まあ、ナイフでもね、できます。ナイフでもスーパーコンボ、そしてスーパーアルティメットコンボとできるんですけど、まあ、ナイフの場合はですね、新しいモーションはないですね。まあ、ですが結構ですね、まあ、DPS が上がります。普通の攻撃なんですけど、まあ、ちょっとね、タイミング、各武器ごとで難しいんですけど、こんな感じですね、ナイフだと。序盤のね、火打ち石のナイフでも、この方法を使うと結構楽にトロルとか倒せるんで、おすすめですね。で、先ほども紹介したように、このスコルとハティ、まあ、これでも、普通の攻撃、スーパーコンボ、スーパーアルティメットコンボと、まあこんな感じでね、つなげることも可能ですね。まあ他にはね、あとメイスですね。メイスもスーパーアルティメットコンボはできないんですけど、まあ、さっきのね、スーパーコンボだったら、できますね。こんな感じで。まあコンボはね、できないんですけど、まあ他のメイス系の武器なら可能ですね。で、一応しっかりとしたコンボがあるのは、先ほど紹介した剣、ナイフ、そしてメイス。まあこの3つがですね、一応、しっかりとしたコンボはついてますね。で、他の武器でやるとどうなるかですね。では、このコンボを両手持ちの武器でやるとどうなるか。まあ今回クロム使うんですけど、まあこんな感じになりますね。2発目が1段多く出ます。ちょっと難しいな。まあ成功するとですね、2発目が1段多く出ますね。他の、例えばアドゲイルとかなんかでも、まあ普通の攻撃がね、3段なのに対して、まあアドゲイルで使用すると、4段。まあつまり2発目が一撃多く出てますね。で、タイミングよくやるとこんな感じで2発目をずっと出すことも可能です。で、一応ダメージ量ですね。ダメージ量なんですけど、まあ嘘か本当かは知りませんけど、まあこのスーパーコンボ、これですね。これは最後の2発は普通のこの1発目と比べて 200%、まあ大体2倍ぐらい出ます。で、このスーパーアルティメットコンボは、この1発目と比べて約3倍、300% のダメージを叩き出すことが可能っていうことですね。で、このスーパーアルティメットコンボ、ボス戦とか結構活躍するんで、まあ、例えばね、マルチでクイーン戦やってるとき、クイーンのケツガラ空きだぜっていう状態で、まあ、このスーパーアルティメットコンボを決めると、もう爽快ですよ。素晴らしいほどの高揚感に包まれると思うので、まあ、ぜひね、皆さんもね、このコンボ活用してみてください。まあ、ちょっとあれなんで、シーカーソルジャーに一回攻撃当ててみましょうか。まあ、ケツに当てるのちょっと難しいんですけど、まあ、正面ぐらいだったらいけるかな。ほい、ほい、ほい。あー、結構出ますね、ダメージも。はい、はい、はい。まあ、耐性持ってるんですけど、100超えたりしてますね。まだ実用的なのはやっぱスーパーコンボですね。まあ、スーパーコンボぐらいだったら、まあ、敵が隙を見せた時に
ちょいちょいと当てる分には結構なダメージになるんで、まあおすすめかなーって感じですね。はい、こんな感じでね。まあ結構なねダメージ叩き出すんで、まあ覚えといてね損はないコンボかなと思いますね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね隠しコンボのご紹介でした。まあこのコンボのね正式名称まだ決まってなくて、まあタコスは勝手にブロックコンボとかスーパーコンボとかスーパーアルティメットコンボとか言ってるんですけど、まあダサすぎるので、まあ誰かなんかいい感じの名前考えてください。まあこのスーパーアルティメットコンボですね、これは結構ロマン法だったりするんですけど、まあこのねスーパーコンボに関しては結構使いやすいので覚えておいて損はないかなと思います。まあ、特にねナイフとか結構使いやすくてかなり火力も出るようなコンボになってるので、ぜひねこのコンボを覚えてボスをぶちのめしたりトロルを抹殺したりしてみてください。それでは次回もお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。